誠に申し訳ございませんでした。Desculpe, foi mal. Entschuldigung. 納豆天気ソフィーです。この度は皆様にご報告がございます。一番最初のビデオに各言語で吹き替えをするということをお約束していたと思うのですが、そちらをですね、撤回させてください。理由につきましては3点ございまして、1つ目が言語が混ざってしまうということ。これは結構大きい。2つ目があまり需要がなかったということ。そして3つ目が編集が大変であるということ。3つ目の編集が大変ということに関しましては、やはり言語が違いますので、日本語で喋っていることを英語とかポルトガル語とかドイツ語に置き換えようとすると、ビデオがとっかひっかになっちゃうんですよね。2つ目はですね、ポルトガル語版で一番最初のビデオの同じ内容のものを作った際、再生回数が一番最初の日本語のものよりも5分の1程度。そんな特に需要がないのに出しても仕方ないなという思いがありまして、今回は吹き替えをやめることにしました。吹き替えをやめてもブラジル人の友達とか多くいますし、英語圏の人にも届いたらいいなっていうのもありますし、あとはもちろんドイツで日本に興味がある人たちも聞いてもらいたいという思いがありますので、こちらに字幕をつけるようにしたいと思います。一つ軸が決まっていたらいろんなことを試してやってみて、もしダメだったらまた考え直して違う方向でやっていくという試行錯誤を繰り返すのが自分的にいいかなと考えております。話すと余談なんですけど、前回ビデオを見てくださった友達がちょっと早口で喋った方がいいって言ったので、今回から早口で喋ろうと思います。普段もうすぐのんびり屋さんなんですよ。だからすっごくのんびりしちゃって、もうビデオの前でもうすぐのんびりしちゃうんですけど、早口で頑張ります。ポルトガル語のビデオですが、実験結果の一つとしてそのまま残しておこうと思います。今日はですね、1の言語が混ざってしまう件について、これは多言語話者とか、あと多くの言語を勉強中の人によくある現象だと思うんですけど、私の体験からどういうことかちょっと説明していけたらなと考えております。私の場合は日本語と外国語を混ぜる大芝みたいなことは起きないんですけど、外国語同士が混ざっちゃうみたいなコードスイッチングっていう現象が起きます。例えばとか iPhone で考えてますとか Also, we have this meeting on like that. とか、こんなことを言うとですね、は？お前何気取ってんの？家族でじゃないの？っていう人が出てくると思うんですが、ちょっと私の言い訳を聞いてください。なんで私の言語が混ざってしまうのか。一つ目、ほぼアルファベットで同じ。例えばポルトガル語だとセスジーリャって言われるやつとか、いろんなアクセントがあったり、ドイツ語はエステットって言われるやつとウマラウトって言われるアクセントがあります。でも考えてください。日本語はカタカナ、ひらがな、漢字なのに、欧州の言語はほとんどアルファベットなんですよ。そうするとどうなるか。混じります。二つ目、言葉が似てる。information、information、information。見てください。情報という日本語の言葉がドイツ語、ポルトガル語、英語ではほとんど一緒に聞こえるんです。あとこんなのもあります。organization、organização、organização。って思いませんか？だってほとんど一緒じゃないですか。こんなん。混じります。あとはですね、例えばドイツ語の場合、英語の Z が S になるとか、英語の C がK になるとか、英語の TY がポルトガル語だとダージになるとか、例えばアビリティはポルトガル語でアビリタージっていうんですけど、めっちゃ一緒ですよね。このアビリティのところを文章の中でアビリタージって言ってもなんかちょっと気づかないんじゃないかなみたいな思っちゃったりするんですよ。そうなんですけどね。3つ目、表現しやすいものを選んでしまう。これはその言語の性格にもよるんですけど、使いやすいものを使ってしまうんですね。ある言語ではあるんだけれども、こっちの言語ではないみたいな、そういう言葉をですね、使ってしまうんです。例えば、ポルトガル語のサウダージ。これはですね、ポルトガル語にしか存在しない言葉の例でよく出てくるんですけれども、美味しい、つまいっていう感情を全部詰め込んで一個にまとめた感じの言葉なんです。だから日本語で表現するのはすごく難しいんです。そして日本語に頑張ってとか頑張るっていう言葉がありますよね。これも他の言語にするのはすごく難しいんです。日本語だとすごくポジティブなイメージと使われることが多いですが、外国人に話すとそんな食いしばって頑張るほどのことあるのみたいな感じで言われてしまったりもします。でもブラジルに渡った日系ブラジル人はそれこそすごく過酷な労働環境に耐え頑張ってきた人が多かったので、ブラジルのサンパウロ州にはガンバチアールという言葉が存在しています。英語は私そんなに詳しくないんですけど、チーズーという言葉がありますよね。それちょっと日本語で表現しづらいなという感じがありますね。なんかチーズーって嘘っぽいとか作られたみたいなとか、なんかちょっと頑張りすぎちゃってるなみたいな、作りすぎちゃってるなみたいな意味があると思うんですけど、例え
ばロマンス映画で主人公が浮気相手と浮気してる現場を彼女が見ちゃうみたいな。そして彼女と揉めるんだけど結果的にすごくうまくいって結局元々の彼女と主人公は仲直りをしてハッピーエンドを迎えるみたいな。という感じのことをチーセンって言ったりしますよね。それ他の言語でちょっと表現しづらいです。はい、そしてドイツ語。ドイツ語は細かい。みたいなことあるんですよ。ちょっと待ってください。うちの商品持ってきます。例えばこれわかります？このオープンって書いてあるやつ。これなんていうか日本語で私知りません。多分名前があると思うんですよ。例えば台風防止シフターとかなんか専門的な言葉あると思うんですよね。でもドイツ語だとこれが普通に使われるみたいで、オリジナリテッファシュロスって言うんですよ。って思いますよね。何それみたいな。ドイツの法律では食品を売るときにこれがないと売れないんです。まあ日本でもそうですよね。でも日本語でなんていうか本当にわからないです。オリジナリテッファシュロスっていう方が楽ですね。これはずっと一つの言語で話しているときは起こらない現象なんですけれども、相手の人が複数言語分かったりするとやっぱり気が緩んで使ってしまうことがあります。バカなわけでもないし気取ってるわけでもないんです。例えば方言、何気なく酔ってる時とかに出たりしませんか？それと全く同じだと考えてもらって大丈夫です。だからこんな私みたいな人を見つけた皆さんは大きな心で気にしないであげてください。間違っても私の主人みたいに赤じゃないのとか言わないように気をつきますからね。分かった？それでは前回と今回の動画には字幕をつけるようにしますのでよろしくお願いいたします。では今日はこの辺でチュースチャオ。